こんにちは、あさこです。超寒い、雪降ってます。今日はトロントで活躍している日本人イラストレーターのスハルさんのお家にやってきました。すっごいいい人なので、ちょっと会いに行きましょう。レッツゴー。ね、イラストレーターとしてやるって決めたのが結構なんていうんですか、お年を召してからというか、30過ぎてからですね。なんかその勇気決断ってすごい勇気がいることやなと思うんですけど、そこのところがそうですね。多分英語でミッドライフクライシスっていう言葉聞いたことありますか？ミッドライフクライシス。ミッドライフクライシス。ナイス。なんか自分をちょっと見失って、多分40、50ぐらいで、このままで自分はいいのかなとか、この仕事をずっと続けていいのかな、これからどういう人生を生きていけばいいのかなっていうふうに考えてしまう時期が来るっていう表現なんですけど、小さい時から絵を描くのが好きだったんで、絵を描く仕事に就きたいって思いながらそれをしないで、諦めて他の仕事に就いて、で30手前で、自分は本当にこのままでいいんだろうかって思い直して、これから30になってもちろん18とか、若い時に始めるよりも苦労は多いんだろうなとは思ったんですけど、このままやりたかったことをしないで苦労するのか、やりたかったことをしないで悩んで生きていくのか、大変なことは多分いろいろあるだろうと思うけど、でも夢を見ながら朝起きるのが楽しみな、そういう人生を送っていくのどっちがいいのかなって考えた時に、じゃあ私は後者を取ろうと思って。前のお仕事、学芸員さんっていう感じですか？図書館の学芸員、師匠みたいな感じなんですよね。師匠さんみたいな感じ。その時は毎日朝起きるのが辛かったですね。でも最終的に5年その大学の、美術科の図書館の司書としてアメリカのですよね。はい、そうです。カリフォルニア州にある大学なんですけど、もちろん最初の 2,3 年ぐらいは新しいことへのチャレンジみたいなのがあるじゃないですか。そうですね、最後の年は結構辛かったですね。もうやっぱり罪悪感っていうのが大きくなるっていうか、やってこなかった、諦めてしまった、本当にこのままでいいのかっていう、そういう自分に対しての罪悪感が本当にどんどん大きくなっていったんで、朝起きるのも少し病んでましたね。そうですね、私も結構30過ぎてからここカナダに来たので、そうですよね、そこのところがすごい共感できるっていうか、やっぱ何をするにも遅すぎることはないっていう、ところの勇気をいただいてるなっていう。突き進む勇気っていうか、あと考えすぎないこと、あとは何でしょうかね、自分を卑下しない。もうこればっかりは自分が自分の味方になってあげないと、それが一番最初ですよね。もちろんその家族とか友人とかのサポートもあると思うんですけど、最終的にはこの自分が自分に対してどう向かい合っていくかっていう、向き合っていけるか。そうです。Am I crying? I just can't understand why my heart keeps longing for another woman's man, another woman's man, another woman's man, another woman's man. 売り込みで、働きたいなっていう、そういう雑誌の編集者の方とか、あとアートディレクターの方とかに自分はこんな絵を描いてるんですけど、面白い記事があったら仕事くださいみたいな感じでE メールとかポストカードとか送ったりするんですけど、これをもう学生のうちから私は
結構送っていたので、今も3ヶ月に1回送ってます。そうですね、もうイラストレーターとして仕事をしてるからといってもう売り込みをしなくていいっていうのではないので、ね、イラストレーターなんて多分本当に山の数っていうか本当にいるんで、もう常に自分を売り込んでいかないといけないんで、そうですね、3ヶ月4ヶ月に1回は常に。須原さんがキャラクターちゃんと自分の得意分野をはっきりさせて、はい、売り込む方が北米では良い。そうですね、北米では多分この子はこういうイラストを描くっていうのが大体分かってくるんですよ。例えば政治色の強い記事には多分この人がいいとか、あとね、私みたいに結構子供っていうかちょっと楽しく、あとなんて言いましたっけ、カラフルだし、ウィットにウィッティウィットに飛んだそうは須原だなっていう、はい、そういうふうに覚えていただきたいんで、もうそれを常に心がけて送ってますね。そうですね、イラストの仕事って謎解きみたいなもんですよね。書かれたライターさんの言いたいことを私がどういうふうに解釈できるか、それを読み手の人に伝えてあげるか、謎解きって言えば謎解きなんでしょうね。面白い。その謎が解けたなっていうのは編集者の人からのフィードバックとかで、そうですね、さあいいねっていう。 It's great! 最初にだいたいこの記事ってどんなのかなっていうメモを取るっていうか、書きたいことを、はい、メモのあれ書いてるなって。そうさん、そこの紙いただけますか。これか、文字でも書いてる。そう、文字でも大体、はいはい、この記事はどんなことを言ってるのかっていう自分なりの解釈っていうか、わーって書いていって、それからもう本当にこんな感じで少しずつ書いていって、いやこれは違うこれは違うって言って、それをまたくしゃくしゃバーッと捨てたりとかありますよね、よく、はい、アーティストのなんか本当漫画家とかちょっとやってみたかったアニメみたいやったりとかする誰もいないのねで最終的にこれがいいなっていうのが大体3つぐらい、3つ4つ出てるんで、で123ってありますよね、123って。でそれをちょっと詰めていってで、アートディレクターさんの方にスケッチを3つ送って、どれが一番いいと思いますかっていう感じで、大体でも自分がこれが自分がいいと思うっていうのを最初に見せるんですよ。なるほど、はい、順番的には私はこれが一番いいと思う、2番目3番目これもいいんじゃないかな。で大体ディレクターのさんがそうだね1番がいいねっていうか、逆になんかいや3番がいいと思うっていう、いろいろですよね。大事にされてる、その表現の上でね、大事にされてるっていうので、ダイバーシティ、はい、多様性ですね。多様性をっていうのが私もすごい素敵だなと思っていて、特にねトロント、カナダ、雑誌は別にカナダとかアメリカとかあんまりここでしか仕事をしないっていうのはないんですけど、でもやっぱりいろんな人、例えばその時々なんかライフスタイルの雑誌とかで悩み解決のっていうそういうイラストがあった時に、いつも悩みを持ってるのは、みんな同じじゃないですか。そうです。その何人だからとかないじゃないですか。なのでとりあえず私は必ずいろんな人に、伝えられるようなっていうんですかね、はい、そういうイラストが描けることを、あともうそういう色を関係なくするために、人間の色じゃないよとかお花がねちょうどね、これがこの絵だけ後で撮ります。青っていうね、これね、断定されないっていうかね、青もあれば紫もあれば、それは本当にこう人種とかを感じさせないために。そうですね、はい、人種を感じさせないっていうのもありますし、こういう肌が青だったり紫だったりする時はそうなんですけど、あと私のイラストって結構大勢っていうのがあるんですよ。その時は本当にいろんな人種、いろんな人、男性だったり女性だったりとか、いろんな肌の人がいて、いろんな宗教の人がいてっていう、それが当たり前っていう環境を私がなるべくお手伝いできるような。素晴らしい。そういう考えっていうのはもう外国に来られたからそういうふうに思った。そうでしょうね。多分
カナダはもともとっていうことないですけど、今とてもいろんな多様性があるじゃないですか。そうですね、移民さんが多いですもんね、移民の国ですからね、うん、でも私は18でケンタッキーに来た時に、うん、ほとんど白人以外の人種がいないようなところで私は、大学院勉強したので、アジア人でいることが珍しいっていうか、でもちろん存在が消えてしまうわけじゃないんですけど、なんかやっぱりそういう経験をすると絵を描く上で、であなたがいることも私は知ってるようじゃないんですけど、白人だけじゃない、別に白人が悪いわけじゃないんですけど、もちろんだけどそのマジョリティじゃなくてそのマイノリティをしっかり描くっていうのは私の責任でもあるのかなっていうのは、なんかある種の使命感っていうか、私にできる、そうですね、絵を通してできることっていう感じですか、今後やってみたいそうですね。一つは、私は去年絵本のイラストを担当して、絵本だ。じゃあこれね。はい、そうです。絵本、これも後で撮ろうね。なんですけど、自分で描く方もやってみたいなっていうか、そのストーリーもそうです。絵本のイラストをするのもすごく楽しいんですけど、はい、絵本を一から作ってみたいっていうのはありますよね。素敵ですね。もうあるんですか、アイありますよ。ストーリーの。やばい、楽しみです。これ日本語でもぜひ。これが私の一つのアイディアっていうか。そうなんですか。やばい、ヒントはここに。猫とザルじゃない、メガネの女の子。猫に乗ったメガネの女の子。いろいろ考えてるんですけど、素晴らしいですね。あと大きな作品描きたいです。私基本雑誌の仕事が多いので、描く絵が小さいんですよね、基本的に。大きな作品を描くことがないんで、ちょっと漠然としてるんですけど、舞台とかのセットっていうんですか、もうどこから始めていいのかも分かんないです。いいですね。そういうオファーお待ちしてますって感じですね。お待ちしてる。お待ちしてます。今はじゃあ結構自分のやりたい仕事ができているなっていう。今は自分のやりたい仕事に向かって、作品を作ってるんだなっていうか、もちろん上っていうか、どんどん目標って、こんな仕事ができたんだ、次はこんな仕事もできるんじゃないかとか、目標って常に変わっていくものなので、その過程を今は楽しんでるんだなっていう、楽しめて入れるっていうのは素晴らしいことだなっていう感じですかね。楽しそうです。もうはつらつとしてますもん。はつらつ、はきはき、目キラキラ。青春ですよ。今青春ですか。そうですね。多分幼い言い方っていうか、わかんないんですけど、常に青春っていう、そういう意志でいたいですよね。めちゃくちゃ共感します。私も今青春だと思ってます。ですよね。常に向上心っていうか、素敵。グイグイですね。これからくよくよしない。くよくよしないね。でしょうね。ありがとうございます。なんかとんでもないです。トロントに住んで今何年ぐらいですか？トロントに住んで今もう7年ぐらいですかね。2011年に来たんで。そうですね。オーキャットに入った時にいらっしゃって、7年か。私まだ3ヶ月なんですけど、いろんな多種多様な方がいらっしゃって、なんか違うことがユニークだっていう、そういうのが感じられて素晴らしいなって思いますね。私はそれこそ私は北米に来て20年経つんですけど、1998年99年ぐらいですかね、ケンタッキーでアジア人1人2人っていう、そういう、そこまではいかなかったですけど、でも断然少ないですよね、そこで自分が違うっていうことに対しての劣等感みたいなのってあるじゃないですか。あると思います。もちろんジロジロ見られたりとか、英語はうまくないとか、あなたは明らかに他の人と違うっていう、そういう目で見られること、カナダってそれがないじゃないですか。ないです。10人都食っていうか、そうですね、違うことがそれはそれで素晴らしいっていうか。
なんか人と違ってることが魅力に逆に良くなるっていう感じですか。面白いと思います。そういう街は面白いと思いますね。そこが好きなところですか。大好きですね。一生住みたいですか。そうですね、多分そうなるんですかね、わかんないですけどね、まだ。素敵。